っていうね、まあだからそういうね、大変な思いをしているさなかですね、まあちょっと今タイトルに書いてある通り、今ネット上を騒がしている、炎上事があるということでね、これもまたなんか別にね、炎上、なんか大きな炎上、ネットニュースになってる時、大体これが絡んでるよねみたいな風に言われるんですけど、別に僕絡みたくて絡んでるわけじゃなくて、相手から相談来てて、話を聞いて、まあ今回のケースも、要は当事者から相談に乗っている。まあ両者と連絡が取ってるんで。さあ、で、経緯なんですけども、2000じゃなくて2月の10日の、20時。まあ、まふまふさんは光とひろゆきの3人で、まあ、光の自宅から生放送コラボをしていたと。で、同日、2月10日の22時から始まった、まあ、ウルファルシアと、まあ、同じく VTuber のミコ先輩、のコラボ生放送。で、まふまふの生放送が終わって、まあ、この時はね、ルシア放送してたんですけども、まあ、数分後、なんとゲームプレイ中に、生放送画面左上に、まふまふからの帰宅報告のディスコード連絡が届き、まあ、これが表示されてしまうと。いうので、昨日からずっと今日にかけて炎上してるんですね。まあ、ちょっとね、著作権的に、モザイクばかりなんですが、まあ、このようにですね、たった今生放送終わって帰る準備してるよ、みーちゃん、てん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 っていう、まあね、まあ、この後いろいろあるとは思うんですけど、文章がね。まあ、こちら、まあ、これが表示されると結局どういう関係なんだと。これはなんでみーちゃんで呼ばれてるかっていうと、まあね、その中の人が。VTuber って本当中の人の情報は一切出さないっていう、もうその設定なんで、だからミッキーの中の人みたいなさ、そういうぬいぐるみの中の人みたいな。なんで、まあその中の人の名前が、まあ、みーで、まあ、そのみーちゃんって呼ばれていた。だからそれもすごい親しい関係なんじゃないかとか。まあ、今から帰宅するよってわざわざ連絡してくるのは、じゃあ同棲してんのかっていうことで、まあ今日今までずっと炎上してると。まあこれは俺とか、まあ俺のファンは多分そう思ってくれると思うんだけど、この同棲してたらダメなのとか、応援してる活動者に好きな人がダメなのみたいな。言ってる人が結構いると思うんだけど、俺含め。これはもう俺たちがやっぱ部外者だからなんですよね。要はファンにはその人のことを異性として本気で応援してる人がいて、そんな人に恋人ができたら、まあその冷める気持ちになるのは、まあ人間なら当然かなってやっぱ。まあ話、本日まあそのまふまさツイッターにて同棲はしていないと。まあ一応否定はしていますと。はい。っていう流れが、ここまでの流れかな。今日一日の。で、まあ、ここの流れからして、まあ、現状出ている情報や噂と、まあ、これかなりあるんですけども、まあ、まふまふさんとそもそもこのルシアさんの中の人は、2018年一度匂わせ問題で炎上しているんですよ。まあ、こちら、ルシアの中の人の、ベッドなんですけども、この、まあ、ベッドの、横にですね、まあ、そのまふまふさんの CD を、まあ、置いている。まあ、置いてるだけなんですけども、まあ、あとはですね、こちら右側がまふまふさんのとこ、ちょっとモザイクだらけであれなんですけど、で、左が、これ出てるわ。まあ、中の人のね、ぬいぐるみと。まあ、だから要は同じようなね、色違いのぬいぐるみを持ってるアピールしてると。で、まあ、さらにはですね、はい、こちら左、まふまふさんかな、これ。右が、ルシアの中の人なんですけど、同じね、猫の、爪研ぎを持ってると。まあこれくらいは持ってる人いるんじゃない？大体これでしょ、みんな。猫の爪研ぎ。まああとはですね、皿が同じ。お皿がね、お皿のデザインがまあ同じなんですよね。まあでもお皿もね、まあ可愛らしいこれお皿のデザインですからね。まああるんじゃないかなとは僕も思いますけどね。お皿のデザインが同じぐらいは。で、最後、お揃いのコップ。まあこれちょっと見にくいんですけども、ここ猫ちゃんがね、これお揃いのコップがあるという。で、これちなみにこれね、ペアカップ。なんですけど、一応これ補足すると、このペアカップは単体でも買えます。はい。なので、必ず2個セットってわけじゃなくて、単体でも買えちゃう優れた商品ですね。これは。まあ、というね、匂わせ問題があったんですが、まあ、こちら本人ですね。これちなみに2018年ですね。はい。
食器やぬいぐるみなどの一致から、マフマフが、そのルシアと、交際しているのではないかと言われている、そのような事実は一切ありませんと。申し訳ございませんでした。一度否定していると。食器も、活動やライブでイベントをするうちにお客さんから差し入れでもらったものを使っていると。もうそう差し入れを使ってるわけだから別にそのルシアとはまた関係ないよっていう。であとはですね、実は去年もマフマフのディスコード画面が映ってしまっていたと。だから何回もこうミスをしてるわけですよね、ルシアさんは。ここにある通り、ここにマフマフがあって、他の人の名前はこれ同じ VTuber 仲間なんだけど、一人だけマフマフさんがいて、連絡取ってんのお前はみたいな。そのさっきも言ったけど、ファンが恋をしてるみたいな。じゃあどれくらい恋してんだっていうのがちょっと分かりにくかったんで、1個ね、この画像があったんで紹介する。間違えました。この画像じゃないわ。ちょっとさっきちらっと映ったんですけど、これもね、これこれ僕TikTok ライブやってて、実はマフマフのそのなんか LINE、ディスコードの連絡がルシアの生放送中に来た時に、俺裏で TikTok ライブやってたんですよ。でそしたらやっぱコメントで「おいやばいぞ、ルシアの放送で放送事故起きたぞ」みたいになってて、でその時に僕はちょっとってね、出ちゃったんだみたいな風に言ったら、それをなんか海外の YouTuber かなんかがわざわざ俺のこう取り上げた、ちょっと髪型変なの気にしないでくださいこれ。はい。その海外でも取り上げられる状態になってる。だから海外のファンも多いんですよね。でですね、去年のこれ11月なんですけど、疎遠になっていた、ウルハ・ルシアさんの中の人がですね、LINE が急に来たんですよ。で、その時僕は生放送中だったんですけど、相談が来て、話を聞きましたと。実は、今私はマフマフさんとご飯に行ったり、仲が良くなったり付き合う手前まで行きそうで、でも過去の女性関係のことなどを、しつこく聞いたことで喧嘩になったと。そこで、コレコさんにマフマフさんの女性関係の暴露話があるなら教えてほしいといういわゆるですね、そういうことで俺に連絡してきたんだと。持ってたとしても勝手にその情報を仲がいいで、しかも別にこの時はもう久々の連絡で仲も良くなかった、仲もいいとか悪いとかなかったんで、それを勝手に教えることはさすがにできないなと。その後しばらくね、連絡がなく、明けましておめでとうの LINE は来ました。はい、おめでとうございます。で、それ以降も連絡はなかったんですよ。で、この状態でからのこれなんですよね。これが出てしまったと。すぐにですね、なんか僕のところに LINE が来てですね、相談がありますと。その出てしまったマフマフさん件について、相談があるから、ちょっと通話して、で、話聞いたところ、こちら、マフマフさんとは同棲してませんと。はい。これはもう言った方がいいなという、もう俺の判断で言うんですけど、一応証拠として、部屋の写真もわざわざ見せてもらったんですよ。だからその同棲してたら、そもそも部屋が同性の部屋になってるし、家にいるだろうし、こう分かるじゃないですか、部屋で。で、マフマフから送られてきたディスコードのこの文章。これね。たった今生放送終わって帰る準備してるよみーちゃんと。これはそもそも、ルシアの方からマフマフに20時くらいにゲームを一緒にしたいと誘ってるんです。でそれに対する返答であると。でそれを考えた上で見ると、これ一致するじゃないですか。視聴者とかファンが勝手に妄想してるだけ。なんか付き合ってもないし同棲もしてないのに、同棲してる、付き合ってるとかふざけたことを言ってるだけで、こちらみーちゃんと呼ばれているのは私があだ名で呼んでほしいと伝えたからであると。で一応今回の件に関しては、LINE 上で謝罪をしていて、それ以上はやり取りはしていないと。でまた現状付き合えるような関係にもなく、月に1回から2回一緒に APEX をしているという、ゲームをね一緒にするだけの関係であると。なんでこれマフマフさんのことをそんな好きになってしまったのかと。そのマフマフがあまりにも優しいと。でそれは自分だけにそのような対応をしているのか、それとも、自分だけじゃないのかと。でさらになんでそんな勘違いをしてしまったかというと、そのマフマフに好意があるということは伝えてた後に、ご飯に一緒に行ってくれたんで、さらに勘違いをしてしまったと。であとそのなんでじゃあ巻き戻し機能がついてたんだと。でそれは、グランドセフトオート5は配信自体がその収益が禁止だったと。でしかしでも予約枠の時点で収益がついてて、さらにルシア自身が仕事で手が離せなかったと。
だから予約枠を事務所の人間が一旦取り消して再設定したところ、巻き戻し機能がついた状態で事務所の人が設定してしまったんだっていう話みたいだね。本人本気で言ってるのかどうなのかちょっと僕は分からないんですけど、いなくなろうと考えていると。っていう流れだね。だからこことは矛盾の話ないと思うけどね、なんかこれで矛盾があるならね、それについて俺が知ってる限りで答えますけども。で、これなんで、じゃあ本人が言わないんだって話なんですけど、本人が言えないのは、要は事務所が今、今日多分祝日ですよね。祝日で対応できないと。で、本当は声明発表出したいんですけど、事務所から止められてるから発表できないと。そういう状況みたいですね。なんで、いち早くね、ファンに届けたいんだけども、届けられんと。今は。マフマフさんすごい人じゃん。やっぱそういう人と近くになんかこういて接点を持つと、やっぱりそれ好きになっちゃうじゃないですか。で、好きになって、しかもマフマフさんがすごい優しいやつだったら、なんかおのずとね、こう、好意を抱くのも普通というか、それ人間だから。ただ、思い違いというか、勘違いで、別にマフマフの方はそんなだった、わかんないけど、それは。なんか、そこまでな関係みたいなんで、多分ルシアの勘違いだったみたいで、諦めもついたと。これからはファンに全力で応えていきたいと。なので、簡単に言うと、同棲はしてませんと。で、正直付き合える関係でもないですと。はい。だからさっきも言ったけど、ルシア自身も諦めていて、ただ今回これマフマフさんの優しさが裏目に出てしまったと。で、あとはね、ルシアに関しては、ファンの人だったらわかると思うけど、この子は精神的に結構弱い子なんですよ。で、嘘の情報で叩かれて、今結構めいってると。結構精神的に来てると。このいなくなろうと考えてるとか、あとは、本人もね、いいねしてたんだけど、永遠に目覚めぬ深い眠りにつきたい、そして誰も起こさないでください、おやすみ。これに対して今日リプで、ポケモンのヤドンから、本当にそうなりそうでよかったねみたいな、ここの心のないリプが来て、それに対していいねをしてるんですよ、本人が。だから結構来てるみたいで、本人も精神的に。いやでもね、ちょっと本当予想外だった。俺はね、一生懸命説明したつもりなんだけど、誰にも響いてなかったっていう。これだけが予想外だった。誰も信じてなかったっていう。はい。やっぱ自分の口で言った方がいいですよ、ルシアさん。ファンデッドが待ってるぜ。待ってる。だから同棲してるとか付き合ってるとか思ってたやつはつまんないだろうな。でもそんなもんだから。